皆さんこんにちは、こんばんは。今回はハローワールドについて学んでみたいと思います。で、そもそもハローワールドって何ってことだと思うんですが、これはプログラミング界隈の、お約束的なものになるのですが、プログラミング言語を学ぶときに、一番最初に学ぶべきとされている内容になります。実際これから学ぶことが一番効率的なのかどうかはちょっとよくわからないんですが、一般的にはそう言われているので、長いものにはマカレロ的な感じでこれの解説をしてみたいと思います。今回も前回と同じようにビジュアルスタジオを使うパターンと使わないパターン両方をご紹介したいと思います。まずは使うパターンですね。起動しましたら画面の右側に作業の開始という欄があると思うのですが、その中から下にある新しいプロジェクトの作成、こちらを選びます。そうしましたら左側の画面はちょっと違うかもしれないですが、右側は同じような項目がずらりと並んでいるかなと思います。ここから対象のものを選ぶわけですが、似たようなものがあって非常に分かりづらいので、こちらのプルダウンメニューを選ぶと該当のものだけを表示することができます。C# を選択します。で、次にこの右側のすべてのプロジェクトの種類、ここからコンソールというものを選びます。そうしましたら選択肢が2種類になりますので、下の .NET フレームワークの方を選んでください。上でもいいんですけどね。今回は下の方で説明します。下を選んで、次へを選択します。で、この画面は、プロジェクト名というのは、今回使うね、アプリの名称ですね。お好きなものを入れてください。デフォルトのままでも構わないと思います。で、作成。これでしばらくすると、ソースが表示される画面が出ると思うのですが、これが出るまでの時間は、マシンの性能によりますね。この画面が表示されましたら、実際にコードを記述できますので書いていきたいと思います。で、画面に映っている通り、あらかじめ枠組みのようなものがすでに用意されていますので、中身だけを記述すれば動くようになっております。まずはカーソルキーをここに持っていきます。で、ここでエンターを押します。ここに自分でコードを記述していくという形になります。これから入力する内容は、当然ながらね、最初は意味が理解できないと思うのですが、まずはね、見よう見まねで同じように入力していただければと思います。コンソールと入力します。そうすると、文字の色が緑に変わります。変わらなかったら、スペルミスということになります。そこでね、スペルミスを、判別できるということですね。で、ライトライン、で、括弧、ダブルコーテーション、ハローワールド、で、一番、行の端っこでセミコロンを入力します。で、エンター。今度はコンソールリードライン。こんな感じの入力をしてください。入力し終えましたら、画面の上の真ん中にある開始というボタンがあると思うのですが、再生ボタンみたいなところですね。これを押してください。そうすると、下の方に何やらメッセージが表示された後に、黒い画面が出て、ハローワールドと表示されます。これでね、ハローワールドができたっていうことになります。これが、プログラミング習得の、第一歩のテンプレみたいな、ことになっています。次に、ビジュアルスタジオを使わないパターンの説明をします。使わない場合は、代わりにテキストエディタが必要になります。お好きなテキストエディタで構いません。好きなテキストエディタなんかないよっていう方は、メモ帳を使いましょう。ということで、とりあえずはメモ帳でやってみたいと思います。メモ帳はコマンドプロンプトからノートパッドと入力すれば、起動します。そしてその後にファイル名をつければ、自動的に作成できますので、つけてあげたいと思います。で、ファイル名は何でもいいんですが、プログラム CS にしたいと思います。必ずしもこれではなくても、動きますが、これでやった方が、間違いがないと思います。で、エンターを押します。そうすると、新しく作成しますかと出ますので、はいですね。では、同じように入力してください。まずは、クラスで、プログラムと書きます。で、エンター。
で、カッコ。この中カッコは、キーボードのエンターキーの、隣にある記号ですね。で、エンター。で、タブ。タブでなくスペースでも構わないんですが、お好きな方でどうぞ。で、あとこの、スペース8文字分ぐらいに見えますが、この幅も、お好きな具合でどうぞ。お好きな具合でどうぞって言われても困る方は、とりあえずタブでいいと思います。で、次にスタティックボイドメインと書きます。で、カッコカッコ閉じ。で、タブ、カッコタブタブ。で、次、システム、コンソール、ライトライン。で、カッコ、ダブルコーテーション、ハローワールド、ダブルコーテーション、カッコ閉じ、セミコロン。タブ、カッコ閉じ、カッコ閉じ。このような、文字を入力していただければと思います。入力し終えましたら、ファイルの保存をします。保存し終えましたら、コマンドプロンプト側に戻ります。そして前回の環境構築の回で説明した、この CSC エグゼのパスですね。これを取得します。コピーして、で、こっちで貼り付けて、円マーク CSC。で、スペースを入れて、その後にプログラム .cs と書きます。これは、これと同じファイル名にしてください。これと同じであれば、これである必要性はありません。で、入力し終えましたら、エンターを押します。で、うまくいったらこんな感じの画面になります。で、もし間違ってた場合なんですが、何かしらなんかエラーがどうのこうのって出るんですけれども、その説明は次回させていただきます。で、これが出たら、ここでプログラムと入力します。P は大文字でも小文字でもどちらでも構いません。で、エンターを押すと、ハローワールドと描画されます。最後に私の便利ツールでのやり方もお見せします。これにはテキストエディターも含まれていますので、メモ帳の時と同じような形でやることができます。こんな感じですね。で、中身は一緒です。システム、コンソール。メモ帳と何が違うんだって感じなんですが、色がつくので、スペルミスはね、防ぐことができるんじゃないかなと思います。で、tutcsc プログラムと。で、プログラムという感じでね、同じようなことができます。エラーメッセージの対処法は次回説明します。最後までご視聴ありがとうございました。